はい、こんばんは、フェマルでございます。今回は福井県敦賀市国道8号線になっておりますけれども、今回の話題というのがこちら、あちら敦賀半島と申しまして、あの先船の向こう原発が見えます。あの辺りっていうのが、立ち入り禁止エリアが多いところなんですけども、敷地の中とかどうなってんだとか、あの中にはその原発へ向かうためだけの、謎のトンネルとかがあるんですよね。その謎を迫るというか、ドローンも飛ばせないんで、航空写真などを使ってちょっと検証したりとか、実際先端まで行ってみたいと思います。行けるとこまで行ってみます。よろしくお願いします。それでは敦賀半島にやってまいりまして、そしてこの真正面、これが例のトンネルがあるところなんですね。厳重警戒なんで、ここで止まると多分すごい突っ込んでくるそうなんで、ここでおいとましますけども。ではこれが、敦賀半島の高速増殖路文殊。先に断っておきます。この動画は別に原発の是非を問うとかそういうものを別にしようという気はさらさらございませんのでご了承ください。で、地図を見るとね、この厳重なトンネルがある中で一部ね、この道があるんですよ。この道はね、ここに公民館がございまして、でこの先向こうに門司へつながる道の表記があります。そしてここバリケード的にはすげえ簡単にできておりまして、しかもその車の車両通行止めになってるんですね。だから歩いていこうかなと思ったんですけど、うわ、カメラは嫌だめっちゃ監視されてますね。ということで、ここの先はこのアフレコで考察させてもらいます。ただいまいたところがここですね。で、この表記があって、こうやっていくと、この文殊の敷地内、トンネル出口まで、近くまで行けるんですね。そして、文殊トンネルっていうのはこちらになりますね。これが文殊トンネル。で、ここが先ほどの厳重警戒されていたバリケードのあるところでございます。といったことで、この道って何なんだと、監視カメラがあったんでできなかったんで言ってみますけど、Google ストリートビューによると、このように昔の画像ですけども、車両通行止め、気軽に入っていけそうな雰囲気ですね。上から見てみましょう。ここの道ですよね。ここの、多分この敷地は多分私有地かなんかだと思うんですけども、ここら辺がこう、行ける風な道あるのかな？これっぽいんですけど、そしてこの道が、ここですね。ここで出てきているようです。そして、ここに文殊トンネルの出口があります。ここを一遍拡大してみましょう。先ほどの謎道はこれやと思うんですけども、ここに文殊トンネルの出口があります。ここになるんですね。そして上からの図になりますけども、トンネル出口がこうなって、先ほどの謎道の出口がこうなります。文殊の中っていうのはこうやって、Google の航空写真から見るとこうやって見えるわけですけど、こういう道が中に張り巡らされております。こういった感じになっております。ちなみに文殊トンネルですけど、このような厳重な3人もの警備員がいまして、ここにバリケードがあって、トンネル内の表示板。この先もうちょっと行くとトンネルがあるんでしょうけど、こうやってバリケードが頑丈に張り巡らされております。謎のトンネルは今見ていただいた通り、門司へつながる通りのトンネルなんですけども、その横にね、並行する形になっております、敦賀半島トンネルというのがあります。文殊トンネルさんはごめんなさい、私まだ捕まえたくございませんので、こちらの方を聞かせてもらいます。こちらは3.8 キロかの超大トンネルとなっております。長いトンネルを抜けまして、敦賀半島文殊から反対側にやってまいりました。壮大な景色が広がってきますね。抜けまして、でこの辺りからまた、敦賀原電っていうのがありましてね、その辺りもやっぱり厳重警戒区域となると思いますし、で敷地も多分ですけど、これ予想ですけどね、このような図のぐらいの辺りは全部立ち入り禁止区域だと思うんですよ、おそらくね。
核施設ですからね、やっぱりそのなんかのよからぬことを考えているやつがいたら危ないですからね。発電所の関係者のみが許される左への道でございますけども、この左側が敦賀原電となります。ここもおそらくですけど厳重な警戒をされてるんだと思うんですけども、厳重な警戒ですね。もうガードマンというか警備員さんが2人ほどいらっしゃいました。そしてこの先にあるトンネルというのが立石トンネルですけども、これはもう新たに作られたものです。そして左に普賢とかこの道路あるんですけど、ちょっと一遍ここで止まりましょうか。向こうにまだ建設計画中なのか途中なのか分かりませんけども、敷地があるんですよ。3、4号機用のところがあるらしいんですけど、そこへ向かうにはこのようなトンネルがあるそうです。立ち止まっていた場所はこの辺ですか。この辺から見てたんですけど、この道ですね、ここをまっすぐ行くと、ここにトンネル入り口あるんですね。ちなみに、この原発の上空を見てみましょうか。なかなか見れません。厳重警戒区域として、ここが守衛所というか、ガードマンさん、警備員さんが行ったところですけど、この先にこういった施設があるんですね。すごいですね。1号機、2号機なんでしょうか。空から見るとこんな感じなんですけども、ここですね。ここにトンネルの入り口があります。実際、現在私がこういるところからこういって入っていくと、ここにトンネルの入り口がございます。そして、トンネルがカーブしながらあるんでしょうか。で、こちらの謎の敷地があるんですね、これね。ここにトンネルの出口がございます。これ、楽しいよな。入ってみたいよな。で、ここがなんですけども、敦賀3、4号機計画地なのか、そういったところだと思います。なので、ここは今のところこんな状況ではございますけども、ここにもこういう道があって、お互いになんか建物を建てる場所でしょうか。そういったのがございます。この全体区域ほとんどがもうこの原電の所有地なんでしょうかね。だから立ち入り禁止区域が多いんですけども、この先端ってのがね、これいけんじゃないかと思ったわけですよ。素人ながら。そしてここに集落がございます。ここまで入ってきますんですけど、ここって歩いてきたらさ、岬の先端行って、なんかバリケードあるようにも見えないですし、こうしたら、これ侵入できるのではないかと、考えているんですけども、そういうひどいことはしませんけども、行けるとこまで行ってみたいと思います。ではこの立石トンネルの旧道というか、おそらくね、これは原発関連でこの先の立石集落の方の避難、何らかのことがあった場合の避難経路として下回りするための道がトンネルだと思うんですけど、当社敷地内における無人機等の飛行機やもやはドローンを飛ばすなとおっしゃってます。行けなくなってる。野鳥観察散歩道、もう使われてない感じですね。このようなもの、周辺監視区域、犬ヶ池環境小屋のご利用、新型コロナウイルスってだいぶ前からやってないんだね。これですね、野鳥の道なんですけども、これは道じゃなくてもうアスレチックにもならねえ、もうサバイバルだね。そうか、これ池なのか。それでは立石トンネルを通ってこの敦賀半島も厳重警戒区域ですよね。これの先端までどこまで行けるかっていうのをやってみたいと思います。とりあえずこのトンネル抜けた先には立石という、集落がございます。そこから先ね、航空写真を見るとなんかね、これ浜伝いにさ、歩いて原発行けんじゃねっていうような感じの風に見えたんですね、私的には。で結局のところどっかではバイケードがなんかあるとは思うんですけども、でも航空写真見る限りではそんなもんが見当たらないんですね。でどこまで行けるかっていうか、この先端、この集落の山側の方になるともうエリア的にはもうアウトなエリアだと思うんですよね。
そこの今センターまでとりあえず行ってみましょう。ここへ車を止めさせていただきます。ここから先というのが歩いては行けるんですね。でどうなってるかを探っていきたいと思います。こうやって道があるんですよね。この先ずっとこの岩の海岸を歩いていけば、反対側というか岬の立石岬になるのか。一応この辺りはこうやって道が歩いていけるんですね。で電線もありますし、でこの左側の山の上っていうのはおそらく原電の敷地だと思いますので、まあ立ち入り禁止区域ですよね。でここはかろうじて別に入ってはいけないっていう表記もなく歩いておけますけども、結局この敦賀半島の先端へ行こうと思ったら何らかバリケードかなんかあるか知らんけど、この浜沿いを歩いていけば原発に侵入できるんではなかろうかと思うんですよね。ここにカメラがあって、ここから先は崖崩れにより危険なため通行を禁止します。そういう問題なの？原発だからダメってわけじゃなくて、でもこれってこっから行けるよね、これね。いやでもまあ海上保安庁が言ってらっしゃるのと、この上にカメラがありますんで絶対俺追われる気がするんで、だってこっから先を歩いていけば原発行けるんですよ、正直なとこ。だから怪しいやつに認定されますんでね、多分今の今も多分監視されてると思うんですよ、おそらくね。でもね、この結果的に道がなくてもこの岩をこう行けば原発で侵入できちゃうわけですよね。だからまあ厳重な警戒でこうやってカメラがあるんだと思うんですよね。でこの先行くとさらに上に行けますんで、まあ海岸べりは行けないんですけど、この山道を登っていきましょう。この先に何があるか、結局先端まではこの先で行けるかどうかわからんけど、このうっそうとした山の中ちょっと不気味な雰囲気を醸し出してますけれども、この先に何が見えるか楽しみであります。で道荒れてんな、これめちゃくちゃ荒れてる。よいしょよいしょ。うわー急な坂しゃあないよな、この危険区域へ行こうとしてるんですから、これぐらいは仕方ないでしょう。上り坂は急なのもあるんですけど、このいびつな階段がめちゃくちゃ歩きづらくて、その上このなんか大雨かなんかで土砂が流され階段が堆積してるんで、ものすごく力を加われますね。これはハイキングコースっていうよりも結構厳しい過酷なロードですね。ここ急な階段で、またこっから急だけどコンクリをしてくれてますけど、なんか苔生えてて、この急斜面のこのフラットな路面って滑るんじゃないかな。大丈夫か。ここからちょっとなんか電柱が見えてきたの、なんか監視カメラでもあるんでしょうか。謎の厄介な厳重警戒半島、この先に何が見えて何があるんでしょうか。一体こんな先端に何のためにこんなものを作ったんでしょうか。でも立ち入り禁止区域じゃないんだよね、これ。この半島の北端全体が僕はもう厳重警戒な、その原電さんの全体的な敷地だから入れないと思ったんですけど、さっきの海沿いはともかくだけど山の上に来れるんですね。こうやって電柱があって、なんかアンテナがあるね。だいたい400メーターぐらい登ったでしょうか。ああ
白亜の灯台がある。まあネタは分かんない知ってるんですけどね。でもここ来るのは初めてです。やったー、初めて来ました。立石岬灯台、すげえ古めかしい洒落たシックな灯台があります。その灯台から先を照らす向こう、オープニングで出した場所というのが多分あの辺だと思います。だからこの辺一帯の駿河湾を航行する船の安全を守るためにここを照らしてるんだと思いますね。ご覧になってください読みません。場所はここですね。光の強さは15万カンデラですって。で光の届く距離は38キロ。すごいね。いや知ってはいたんです、ごめんなさい、隠してはいたんですけど、ただねここ来るのは本当初めてなんですよ。本当に生まれて初めてです。1881年だそうです。集金です。読んでください。かの昔はこういった感じで宿舎兼事務所跡があったそうですね。これがかの昔の写真ですね。おそらくこれが井戸跡ではなかろうかと思います。井戸ですね。深い音がします。表門があって裏門ですね。こちら側から駿河の3、4号機の跡地が見えるかもしれませんね。私から見えんけど3、4号機のなんか港の突堤みたいなのはありますね。この先は入り込んではいけない領域だと思います。やばい、ヘリに見つかったようだ。俺を監視しに来てますよこれ。やばいやばい。原発の中をうろうろしてるから追ってが来ました。手配どこ。駿河市街はこちらの方向だと思われます。あれもなんか海上自衛隊じゃねえわ、何だっけ、海上保安庁かもしれないですね。私ね、いろんな方面から狙われてますね。やべえ、俺を探してるまだヘリ。やべえやべえやべえ、隠れろ。あれが、旧河野村役場ですね。目立つんで分かりますね。あそこが、潮風ラインの入り口ぐらい、スイーズってとこですね。ほら僕をめっちゃ俺ロックオンされてるよ多分。今にこっちへ向かって警告をされますよ多分。うわー、ドローン飛ばして絶対いかんけど、それこそここでドローン飛ばしたらもう全国ニュース版ですよ。この厳重警戒区域のここからの眺めはこのような雄大な景色でありました。そして私はヘリコプターに私はすごい狙われておりますということでさっさとずらかりましょうと思います。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。